ょい斜めでつけて、ブローチだけでサンドカラーのジャケットが完成します。おはようございます。ヴィンテージ空東京の AA です。おはようございます。今日はね、ヴィンテージショップでよく出会える可愛いけど使い方むずいって思われがちのヴィンテージのセットアップとブローチ、イヤリング、この3つを今っぽく使い方実際にやってみます。はい。かなり参考になると思いますので、ぜひ最後まで見てください。お願いします。まずはこれですね。これ。おー。ザ・ヴィンテージ感のセットアップ。確かに。はい。こういうカラーとこういうデザイン、よく見ません？結構見る。そうですよね。こういう系のジャケットも結構あります。ちょっと着てみますね。はい。今下に今っぽい太めのデニム入ってるんですけど、ちょっとこうボタッとしたデニムと合わせたら、結構カジュアルになります。確かにすごい可愛いです。で、個人的にプラダのキャップと合わせてみたいと思います。はい。全然系統違うものなんですけど、素材はナイロンでちょっとスポーティーな感じで被るとこんな感じですね。ストリート感を出しつつ一気にカジュアルダウンできるんじゃないかなと思います。カバンは普段だったら黒でまとめても全然ありなんですけど、今日はこういうビビッドカラーと合わせたいなと思います。結構ポップな感じに寄ってみたいと思って、ちょっとカラーもの入れてみると可愛いんじゃないかなと思います。バキッとした黄色がすごい映えますね。普段だったら黒でも全然ありです。ちょっと違う雰囲気出したいときはこういうカラーもの取り入れたらどうですか？プラダ合わせがすごい可愛いです。はい。可愛いですね。次はこれもプリーツスカートのセットアップもよくありますよね。可愛い。はい。これはやっぱ可愛い雰囲気あると思うので、ちょっとその雰囲気を変えてみます。はい。お願いします。じゃーん。おー。さっきの太めのデニムと合わせてみて、ストリート感、カジュアルな感じのアイテムを入れてみて、ちょっと女の子らしさも残りたいかなと思って、こういうの重ね着方、結構一時的に流行ってたんですよね。確かによく見かけた気がする。やっぱこういう使い方、合わせ方すごくしやすいので、しかもこう重ね着すると一気におしゃれに見えません？確かに可愛らしさは残ってるけど、可愛すぎないから大人も着やすそう。はい、そうですよね。しかも動きやすい。はい、確かに。はい、ミニのスカートでちょっとあれじゃないですか。で、やっぱり下にズボン着ると動きやすいので、今のライフスタイルと合ってるんじゃないかなと思います。で、カバンはシャネルのこのミニサイズのビジネスバッグ、でヴィンテージのこのダブルココマークがついてるやつで、2way 仕様になっていて、ハンドルでもいけるし、ちょっと短めのチェーンもついていて、デニムもセットアップもカバンもちょっと違う雰囲気でミックスしてみた感じで、はい、こういうミックススタイルがおすすめです。次はこちらのメンズのセットアップ。男性もそうなんですけど、女性もこういうセットアップはおじさんっぽいと思われがち。実は男性より女性の方がスタイリングしやすい。女性からこそアクセサリーだったり、小物とか取り入れたらいろんな遊び方あるので、ちょっと着てみます。お願いします。着替えました。かっこいい。ポイントとしては、一応メンズなので、ちょっとオーバーなサイズ感、すごく可愛い。こういうちょっと柔らかめの、あまり主張好きない、こういうハンドルバッグ持って、女性が着てもすごくかっこいいなと思います。そして、アクセサリーもちょっとつけてみたいと思います。シャネルのパールのココマークもついてる、ちょっと華奢なネックレス。可愛い。はい、つけてみます。なんかシャネルのロングネックレス可愛いですよね。はい。メンズウェアの上に、すごく女性らしいネックレスつけて意外と合うのですごく可愛いと思います。ラフな感じで持ってるバッグと合わせたり、かっこいい感じをも出しつつ女性らしさを入れるとか、一回性がある合わせ方がすごくおすすめです。確かに男性のものを女性が着ることによって外しっぽくなってすごい可愛いです。そうですね。他にもいろんなセットアップあるんですけど、こういうストライプもよくありますね。こういうのセットアップは本当にもう上と下別々他のアイテムと合わせたり、季節はちょうど羽織ることができるので実用性がすごくあると思います。もうちょっと遊びたいなら、カラーのタイツだったり、カラーのアイテムと合わせてみたらどうですか？次はブローチ。やっぱこういうのブローチは多分おばあちゃんからお母さんからもらったお下がりのものもあると思うんですけど、めっちゃ可愛いけどちょっと使い方がわからない方も絶対いると思うので、ちょっとその活用方を実際にやってみます。お願いします。はい。
例えばこういうジャケットの襟の部分にボタンホールあるじゃないですか。この辺にボタンホールを通してこういうところにつけても可愛いじゃないかなと思います。確かに。はい、はい、次はこちらの大きめのマフラー。ちょっとその上にこう、シャツの上にかけるだけで、ちょっと今春朝晩寒いので、こんな感じでここでちょっとブローチをつけてみたいと思います。はい。こちらのハートノブチャームついてる。めちゃくちゃ可愛いんですよね。シャネルです。はい、シャネルです。こちらはシャネルのヴィンテージのブローチです。シャツもこのオーバースカーフの方もどっちもメンズっぽさがあるけど、急になんか女性らしさが出てすごい可愛いです。ですよね。結構カジュアルな感じでもあるんですけど、可愛いブローチ1個だけつけるとかなり雰囲気が変わります。こんな感じです。可愛い。可愛いですよね。後ろから見ても可愛いし、すごくスタイリッシュな感じになるし、全体的にオーバーサイズなんですけど、ここに可愛いポイントがあります。一気になんかこなれ感めっちゃ出ます。結構こういう使い方、個人的に気に入ってます。次はこちらのジャケットを使って、最近は結構スタンドカラーがトレンドになっていて、多分テーラードジャケットを持ってる方がすごく多いと思うので、ちょっとテーラードカラーからスタンドカラーに変身したいと思います。お願いします。これはちょっと縦のブローチなんですけど、ちょい斜めでつけて、今のトレンドのスタンドカラーのジャケットが完成します。はい、あえてこのボタンを止めなくて、ブローチだけでここに固定して、コーディネートが完成します。なんかその下にいっぱいつけても可愛よさそう。確かに下は結構カジュアルデニムなんですけど、バッグも大きめのバッグでちょっとかっこいい感じでもあるんですけど、ここだけちょっと華奢な感じでめちゃくちゃ可愛いと思います。で、あとこういうチャームタイプも1個だけつけたらめちゃくちゃ可愛いと思います。可愛い。はい、次はこういうヴィンテージの大ぶりのイヤリング。多分お家にこういうヴィンテージのイヤリングある方、最近の使い方がわからない方もいると思うので、今のジャケットの上につけてみたいと思います。割とシンプルめのジャケットの上にこういうちょっと大きめのイヤリングをつけると、普通にシンプルな感じで合わせてもいいので、ジャケットもそうなんですけど、こういう誰でも持ってる白いシャツと合わせてもシンプルでめちゃめちゃ可愛いと思います。ちょっとこのシャツも着てみたいと思います。シャツ着ました。やっぱり一般的な合わせ方にすると、確かにこういう大ぶりのイヤリングがなかなか出番がないんですよね。確かに。でもちょっとこういう場面のシャツだったり、メンズのシャツと合わせたり、かっこいいじゃないかなと思います。すごく可愛いんですよね。確かになんかこう、バランスよく見えてすごく素敵です。服装はシンプルで、もうここだけポイントがある感じでめちゃくちゃ可愛いと思います。ただこういうヴィンテージのイヤリング、やっぱり痛みを感じる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとこのリップの方に市販のシリコンカバーをつけたり、私も結構痛みを感じる人なんだけど、ちょっと中心から内側にずらすか上の方にずらすか、そしたらちょっと痛みを少なくなるので。中心からずれると引っ張られる力が減って痛くなくなるんですね。そうです。はい。それともジュエリー屋さん、ジュエリーの修理店に行って、後ろのクリックの部分をピアス仕様に変えてもらうとか、ただ一つの注意点としては、将来的に売りたいならやっぱり改造したり、オリジナルの部分を変えちゃうと価値が下げてしまうこともあります。なるほど。そこはちょっと要注意ですね。そうですね。はい。もう一つの使い方としては、こういうシャツを襟の部分につけて飾りとして。本当だ、可愛い。はい。ちょうどこういうチャームがフリンジみたいな部分がついてて、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。普通のこういう小さめのイヤリングも星のモチーフになってて、つけてみても可愛いじゃないかなと思います。めっちゃ可愛いこの星。小ぶりで可愛いですよね。ぜひやってみてください。やばい、ちょっとイヤリング欲しくなってきました。襟につけたり、こういうところにこう。なるほど。つけてもいろんな服とこうつけてみても可愛いじゃないかな。可愛い。可愛いよね。割と男性の方でもこういう使い方ができるじゃないかなと思います。襟だったり、こういうポケのフラップの部分につけたり。確かに。で、こちら、さっきのとちょっとデザイン違う大きめのこういう丸いタイプ、ヴィンテージのイヤリングの中結構あると思うので、こういうタイプだったら、普通にフォーマルのドレスとか、ジャケットとかと合わせることは多分一般的なんですけど、今っぽく使うなら、ちょっとこうラフな服装と合わせたり、カジュアルな服装と合わせたり、意外と可愛いと思います。はい。ということで、今日は3つのヴィンテージアイテムの今っぽい活用方法を紹介してみました。はい。で、皆さんぜひ今後ヴィンテージショップでこういう可愛いヴィンテージアイテムと出会えたらぜひやってみてください。やってみます。他にも気になるアイテムや見たい動画があればリクエストをお待ちしております。こちらはスタッフのクーデのリアルバイアイテムです。楽しみ。それでは次回の動画でバイバイ。バイバイ。